皆さんこんにちは、きなです。今日も皆さんが大好きな日本語ネイティブに近づくためのコツをお話ししたいと思うのですが、今回のコツはカタカナを使うことです。これに関しては文章もそうですし、会話の中でもそうですし、とにかく日本人は外来語、英語から来たものを日本語のように使うのが特徴的だと思います。今回はあえてカタカナという表現を使いますが、例えば簡単なもので言うと、あなたポジティブな性格だねとか、ポジティブに考えないととかよく使いますけれども、これを肯定的な性格だねという人はほとんどいないと思います。間違いではないんですよ。あと、いいことがあった時に、やったーラッキーとか言っても、やったー幸運という人もいないでしょうね。この間私の生徒さんと話している時に、この方はとても上級者の方なんですけれども、話の中で私が「それはピンチだね」と言ったら「ピンチって何ですか？」となりました。本来英語ではピンチは指でつねるとか挟むという意味らしいんですが、日本人が使うピンチは追い詰められた状態のことを指します。ピンチの英語の意味を知っている日本人の方が、少ないと思いますね。ピンチはチャンスなんてよく言いますが、ピンチもチャンスもカタカナですね。ですので、一生懸命漢字を覚えて難しい単語を覚えていても、会話を聞きながら頭の中でひらがなと漢字ばかりを思い浮かべて考えていたら、カタカナが入っていることに気づかずに、知らない単語が出てきたとパニックになることがあります。パニックもカタカナですね。カタカナが入ってくることで、どこで区切るか、どこまでが単語なのかがわからなくなるからです。でも改めて聞いたら簡単なのですぐわかると思うんですよ。中国語圏の方とかは漢字が読めるから日本語の単語が、得意だけれども、頭の中で全部漢字にしようと思って会話を聞いているので、カタカナに気づかないことがありがちですし、英語圏の方も英語圏の人で、カタカナは英語でないので発音が違うから気づけないということが多いと思います。なので日本語の単語をたくさん覚えるのも重要ですが、ネイティブに近づくには、日本人が会話の中でいつカタカナを使っているか、どの単語はカタカナを使った方が自然なのかをまずよく聞いて、で自分にも取り入れることが大事だと思います。このカタカナについては他にももっと伝えたいことがあるんですが、ちょっとジャンルに分けてお話ししようと思います。今日もね、今日の話の中だけでもカタカナたくさん出てきましたし、今までの配信の中でもたくさん自然に出てきていると思うので、そこにも注目して過去のポッドキャストも聞き直してみてください。では今回はここまでにしたいと思います。またね。